輩ジャパニーズカフェへようこそ。猫先輩です。こんばんは、におとり先輩です。今夜もよろしくお願いします。今日のテーマはね、電話。電話ですか？実は僕、電話がちょっと苦手で。わかる。顔が見えないし緊張するよね。そうそう、それです。だから今日は電話に出る、かける、取り継ぐ、このあたりを丸ごと日本語で覚えよう。お願いします。今日で苦手を克服したいです。その前に前回のおさらい。前回は車に乗るまでの日本語でしたね。そう、免許とか車検とかね。キーフレーズは急がば回れ。焦らず手順を踏むってやつですね。電話も実はそれと同じ。落ち着いていこう。でも先輩、なんで電話ってこんなに緊張するんでしょう？一番は相手の表情が見えないこと。確かに。それに記録が残らないでしょ。言った言わないになりやすい。それでメモを取れって言われるんですね。そう、特に仕事の電話は応対の型がある。応対の方ですか？この応対って N2 の言葉で電話や来客を裁くこと。なるほど。型さえ覚えれば怖くないと。その通り。今日はその型を一個ずつ実演していくよ。助かります。じゃあまず何からですか？まずは電話に出るところから。第一声ってやつですね。そう、第一声で印象がほぼ決まるからね。急にハードル上がった気がします。じゃあトピック1、電話に出る第一声。個人の携帯ならもしもしで十分。もしもしですね。でも仕事だともしもしは使わないのが基本。そうなんですか？代わりに、はい、何々会社でございますって名乗る。名乗るは自分の名前を言うことですね。そう、3コール以内に出てお待たせしましたをつけると丁寧。3コールメモしておきます。遅れて出たら大変お待たせしましたでちょっと強めで。次はかける時の挨拶ですか？そう、トピック2、お世話になっております。これ意味はわかるけど訳しにくいやつです。そうなの、無理に訳さなくていい。仕事の電話の開始の合図なの。挨拶代わりの決まり文句。そう、初めての相手ならお世話になりますでもいい。現在形だとこれからよろしくって感じですね。飲み込みが早いね。そこに自分の名乗りを続ける。トピック3は取り次ぎ。取り次ぐ N1 の言葉ですよね。電話を担当の人につなぐこと。相手が誰かを先に聞くんですよね。そう、失礼ですがどちら様でしょうかって聞く。どなたよりどちら様の方が丁寧なんですね。そうで、少々お待ちくださいって言って保留にする。保留、この保留ボタンの保留ですね。そう、長く待たせそうなら折り返しにする手もある。折り返し、次で詳しくですか？察しがいいね。その前に不在の対応から。じゃあ担当が不在の時。不在はいないことですね。そう、定番はあいにく席を外しております。あいにく、残念ながらって意味の。そう、席を外すはトイレとか近くにいる感じ。完全にいないときは違う言い方ですか？外出中ですとか、本日は休みを取っておりますとかね。本日って今日の硬い言い方ですよね。その通り。電話は硬い語彙が急に増えるんだ。本日、あいにく、少々、急にビジネスモードです。じゃあトピック5、いよいよ折り返し。待ってました。折り返すはかかってきた電話にこちらからかけ直すこと。戻ってきたら折り返させますって言いますよね。そう、戻り次第折り返しお電話いたしますが丁寧型。次第はしたらすぐですね。N2 のよく出た。あと番号を控えるのを忘れずに。置き換える、書き留めるの意味の方ですね。そう。念のためお電話番号を伺えますかって聞く。伺うは聞くの謙譲語。完璧。相手の番号を知ってても念のため聞くのが親切なんだ。トピック6は伝言を受けたまわる。出ました。受けたまわる。難しいやつ。そう、聞く、受けるのすごく丁寧な謙譲語。ご伝言を受けたまわりますっていうんですね。そう。よろしければご伝言を受けたまわりますが柔らかい。よろしければで押し付けないんですね。そう。聞いたら最後に必ず復唱する。復唱、もう一回繰り返すこと。復唱いたしますって言ってから要点を繰り返す。これで
言った言わないを防ぐんですね。そうで、最後に自分の名前も伝える。受けた人が誰か分かるように。私、鶏が受けたまわりましたみたいにね。僕の名前で例文。ちょっと嬉しいです。トピック7、聞き取れないとき。ここ超大事。そこ一番怖いところです。わかる。でもね、聞き返すのは全然マナー違反じゃない。つい分かったふりをしちゃうんですよね。それが一番危ない。恐れ入りますが、で、丁寧に聞き返そう。恐れ入る N1 ですよね。恐縮するって感じな。そう、恐れ入りますが、お電話が少し遠いようでっていう。電話が遠いって声が小さいことも遠回しに言えるんですね。そう。相手のせいにしないで回線のせいにする。優しい表現なの。なるほど。そこまで気を使うんですね。もう一度おっしゃっていただけますか？も鉄板。おっしゃるは言うの尊敬語ですね。完璧。聞き返す勇気が一番の武器なんだよ。トピック8、要件は先に短く。要件。電話の目的のことですね。そう。かける方は最初に要件を一言で伝えると親切。だらだら話さないってことですね。そう。来月の打ち合わせの件でみたいに件でを使う。の件で。便利ですね。今お時間よろしいでしょうかの先に確認する。相手の都合を先に聞くんですね。そう。忙しい時にダラダラ話すのが一番嫌われる。耳が痛いです。気をつけます。トピック9、口頭とメールの使い分け。口頭、口で言うことですよね。N1 のそう、急ぎやニュアンスが大事な時は電話。記録を残したいときはメール。その通り。だから口頭で話した後にメールで確認が最強。先ほど口頭でお伝えした件ですがってやつですね。そう、話し言葉と書き言葉両方が使えると強い。トピック10、在線と外線と保留。内線。会社の中だけの電話ですよね。そう、外の電話は外線。番号の前に0発信がいることも多い。ゼロを押さないと外につながらない。担当につなぐときは内線でおつなぎしますっていう。その間は保留にするんですね。そう、保留はなるべく短く。30秒を超えそうなら一度出る。お待たせして申し訳ありませんって。完璧。待たされる側は無音がすごく長く感じるからね。トピック11、留守番電話にメッセージを残す。嘘電。これ本当に苦手です。コツはね、名乗る、要件、またかけ直します。この3つだけ。欲張らなくていいんですね。そう、長い相談は留守電に残さない。改めますで十分。改めます。また今度って意味の丁寧な言い方。そう、最後にもう一回名前と番号を言うと親切だよ。聞き逃しても大丈夫なように。そういうこと。相手の手間を減らすのが思いやり。トピック12、電波と通信状況。電波。これは N2 でしたね。そう、電波が悪い時は電波が悪くてすみませんって一言。全然つながらないときは県外ですよね。そう、県外は電波が届かないエリアのこと。切れそうなときはどうすれば。切れたらこちらからかけ直しますって先に言っておく。そうすれば切れても慌てないですね。そう、トンネルとかエレベーターは切れる前提で動く。トピック13、いらない電話を断る。勧誘の電話ですか？そう、勧誘はしつこく商品やサービスを勧めること。N1 の言葉ね。断りたいけどきつく言うのは気が引けます。大丈夫、結構ですって十分伝わる。結構です。いりませんの丁寧な断り。そう、興味がないので失礼しますで切っていい。無理に理由を説明しなくていいんですね。そう、丁寧にでもきっぱり。これが一番角が立たない。トピック14、これは大事。電話の詐欺。詐欺 N1 ですね。騙すこと。そう、家族のふりをしてお金を要求してくるのが典型。ふりをする。なりすますってことですね。そう、なりすまし。急にお金の話が出たらまず疑う。その場で決めちゃダメなんですね。そう、一回切って本人にかけ直す。それだけで防げる。焦らせてくる電話ほど怪しい。その通り。
急いで今すぐって言われたら一旦止まる。トピック15、お店や病院の予約電話。これはかける側ですね。そう、予約をお願いしたいのですが、で切り出す。希望の日時を先に言うんですよね。そう、明日の3時2名でお願いしますみたいに具体的に変更したいときは、予約の変更をお願いできますか？キャンセルの場合は取り消しで。取り消し、キャンセルの日本語ですね。そう、直前のキャンセルは申し訳ありませんがを必ず添える。トピック16、謝る電話、クレーム対応。うわ、一番緊張しそうです。でも型があるから大丈夫。まず最後まで聞く。途中で言い返さない。そう、ご不便をおかけして申し訳ございませんで受け止める。申し訳ございません。謝罪の最上級ですね。そう。で、事実を確認して担当から折り返させますって引き取る。一人で抱え込まないんですね。そう。無理に約束しない。わかることだけ正直に。トピック17、電話の切り方。切り方にもマナーがあるんですか？あるある。基本はかけた方から切る。受けた方じゃないんですね。そう。でも相手が目上なら相手が切るのを待つ。最後は失礼いたしますですね。そう。それから受話器はそっと置く。ガチャンはダメ。受話器、電話の耳に当てるあれですね。そう。最後の1秒まで丁寧に。それが余韻を残すんだ。トピック18、今時の電話事情。最近は電話しない人も増えましたよね。そうね。メッセージやオンライン会議が中心になった。じゃあ電話の練習って意味あるんでしょうか？あるある。急な連絡や込み入った話は今でも電話が一番早い。確かに文字だと伝わらない温度がありますね。そう。声が聞けるだけで安心することもあるしね。だから苦手でも逃げない方がいい。その通り。一本かけるごとに確実に慣れていくよ。最後、トピック19、電話を受ける人、いわゆる電話番。電話番、電話の担当ってことですね。そう、新人が任されがち。でも実は一番勉強になる。いろいろな人に会えるからですか？そう、そしてメモの取り方が上手くなる。誰から誰へ、何の要件でいつ。完璧。それを1枚のメモにまとめて机に置いておく。伝言メモですね。基本にして奥が深い。そうなんだよ。電話番を制する者は仕事を制す。名言いただきました。トピック20、数字の伝え方。これ意外と落とし穴。数字ですか？そう、1と7聞き間違いやすいでしょ。電話だと特に。だから7は7って読む。4もしじゃなくて4。死は死を連想させるから避けるんですね。そう、0は丸っていうこともある。番号を区切って読むのもコツ。一気に言わないで3桁ずつとか。そう、相手が書く速さに合わせてあげる。トピック21、アルファベットの伝え方。メールアドレスとか伝えるの大変ですよね。そう、B と D とか T とか音が似てる。どう区別すればいいんですか？単語で例える。D はボールの B、D はドッグの D みたいに。それなら確実ですね。日本語でも同じ。大阪のお、東京のとで県名でよくやる。なるほど、聞いたことあります。面倒でもここを丁寧にやると後で間違いがない。トピック22、日時の確認。約束の日にち、間違えたら大事ですもんね。そう。だから必ず復唱する。来週の水曜14時ですね。で、連れ。14時って24時間で言うんですね。そう。午後2時っていうより勘違いが減る。曜日も一緒に言うともっと安心。その通り。日付と曜日両方合ってて初めて確定なんだ。トピック23、折り返しのタイミング。折り返し、いつまでにすればいいんですか？仕事ならその日のうち、理想は1時間以内。早いほど印象がいいんですね。そう、すぐ出られないときは、後ほど折り返しますって一報入れる。後ほど、のとでの硬い言い方ですね。そう、放っておくのが一番良くない。一言あるだけで違う。次は名前を聞き取る。これも難しいです。珍しい名字とか。
お名前を頂戴できますかが丁寧な聞き方。頂戴する、もらうの謙譲語ですね。そう、聞き取れなかったら漢字を伺ってもよろしいですかって。漢字を聞けば読みも確認できますね。そう、名前を間違えるのは一番失礼だからね。慎重に行こう。トピック25。声のトーン、実は一番大事かも。声ですか？そう、顔が見えない分、声だけで印象が決まる。笑顔で話すと声も明るくなるって聞きます。本当にそう。口角を上げるだけで声が柔らかくなる。電話の前に鏡を置く人もいるとか。いるいる。あと、いつもより少しゆっくり、少し高めが聞き取りやすい。内容だけじゃなくて届け方も大事なんですね。トピック26。電話が怖いって気持ち。そこを触れてくれるんですね。ありがたいです。実はね、電話が怖いのは準備できてないからなの。何を言うか決まってないとパニックに。そう、だからかける前にメモを書く。第一声、要件、質問。台本があれば落ち着けますね。そう。慣れたらメモはいらなくなる。最初は頼っていいんだよ。トピック27。約束は必ず守る。折り返しますって言ったらですね。そう。後で連絡しますは言ったら必ず連絡する。小さい約束ほど信用に響くんですよね。その通り。できないときは正直に遅れそうですって伝える。黙って遅れるのが一番良くない。そう。電話は信頼の積み重ねなんだ。一本一本が大事。トピック28。知らない番号と非通知。非通知、番号が表示されない電話ですね。そう。無理に出なくていい。大事なようならまたかけてくる。留守電が残ってたらそこで判断できますね。そう。折り返す前に番号を検索するのも手だよ。怪しい番号は出ない勇気もいる。そう。全部に出なきゃと思わなくていいの。トピック29。締めの一言のバリエーション。失礼します以外にもあるんですか？絶対ある。よろしくお願いしますで締めると前向き。お忙しいところありがとうございましたも丁寧。そう。夜なら夜分遅くに失礼しましたが気が利いてる。夜分、夜の硬い言い方ですね。そう。状況に合わせて選べるとぐっと大人っぽい。最後、トピック30。今日のまとめ。たくさん出てきましたね。でも軸は一つ。相手の立場に立って丁寧に。名乗る、要件、復唱、折り返し。そう。この流れさえ抑えればもう怖くない。なんだか今すぐ一本かけたくなってきました。その前に電話あるあるいくつか話さない？いいですね。留守電でさ、頭が真っ白になることない？あります。ピーってなった瞬間忘れます。でしょ？だからメモ、名乗る、要件、またかけます。その3つだけですね。そう。欲張らない。あと相手の名前が飛ぶことありません？ある。聞いた瞬間にメモ。これ鉄則。聞き返すのが恥ずかしくてつい。出た。今日のキーフレーズの出番。聞くは一時の恥。そうそう、それ。次のあるある。保留のメロディー、長いと不安になるやつ。わかります。忘れられたかなって。だから待たせる側はまめに戻る。お待たせしておりますって。そう。それだけで安心する。あと、切った後に言い忘れに気づくやつ。それ最悪です。だから切る前に一呼吸。他にはよろしいですかって自分に聞く。確認の癖大事ですね。そう。それでも忘れたらさっきの電話ですがでかけ直せばいい。かけ直すのは恥ずかしくない。全然。むしろ丁寧。電話しながらメモで二刀流も慣れるまで大変。耳と手が別々に動かない。最初はね、だからキーワードだけ書く。文じゃなくて単語で。そう。後で清書すればいい。継書、きれいに書き直すこと。そう。よく知ってるね。そういえば家の固定電話減ったよね。うちもうないです。だよね。でも実家にはまだあったり。固定だと出る時の名乗りが違いますよね。そう。はい何々でございますって名字を名乗ったり。携帯世代には新鮮ですね。国際電話になると時差も気にしないとね。向こうが夜中だったり。そう。かける前に現地の時間を調べる。相手の朝を狙う感じですね。そうそう。それも思いやり。最後に電話の練習法ってありますか？あるよ。独り言から。
独り言ですか？そう、お世話になっておりますから声に出して練習する。口が慣れるんですね。そう、頭でわかるのと口で言えるのは別物だから。確かに。この番組も一緒に声に出してくれたら嬉しいな。シャドーイングですね。その前に一回実演してみたいです。お、いいね。じゃあ私が会社の人、鶏さんがお客さん役。やってみます。はい、お電話ありがとうございます。お世話になっております。お世話になっております。恐れ入ります。ご担当の方は。あいにく席を外しております。そうですか。よろしければご伝言を受けたまわりますが。では、ご理解しお願いできますか？かしこまりました。お電話番号を伺えますか？はい、お願いします。はい、カット。どう？言えたでしょ？言えました。型があるとスラスラ出ますね。でしょ？今度は逆。鶏さんがお店に予約の電話。はい、じゃあかけます。もしもし、予約をお願いしたいのですが。ありがとうございます。ご希望の日時は？明日の夜7時、2人でお願いします。明日の夜7時、お二人ですね。はい、お願いします。お名前を頂戴できますか？はい、鶏と申します。はい、カット。完璧じゃない。復唱してもらえると安心しますね。そこ気づいたの偉い。じゃあ最後、聞き返しの練習。1番、克服したいところです。じゃあ私、早口で番号を言うから聞き返してみて。はい。では090の234の。恐れ入りますが、もう一度お願いできますか？はい、090。 090ですね。そう、ほら、ちゃんと聞き返せた。言えました。恥ずかしくなかったです。でしょ？それが今日の一番の収穫。出演すると体で覚えますね。あ、その前にフレーズだけ早回しでおさらいしたいです。いいね。私がお題、鶏さんが即答。はい。会社の電話に出たら、お電話ありがとうございます。かけた時の挨拶。お世話になっております。取り継ぐ時、少々お待ちください。担当がいない。あいにく席を外しております。折り返しを伝える。折り返しお電話いたします。伝言を受ける。ご伝言を受けたまわります。聞き取れない。恐れ入りますが、もう一度お願いできますか？名前を聞く。お名前を頂戴できますか？断る。結構です。失礼します。電話を切る。失礼いたします。夜遅くにかけた。余分遅くに失礼しました。うわ、全部即答。すごい。体に入ってきました。皆さんも声に出せたかな？できてたらもうバッチリです。よし、じゃあ今日のキーフレーズで締めよう。じゃあ今日のキーフレーズいこうか。お願いします。聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥。うわ、深いことわざですね。聞くのはその場のちょっとの恥。でも聞かないと一生わからないまま。電話で聞き返すのにぴったりですね。そうなの。もう一回言ってもらう。その1秒を惜しまない。もう一回言うね。聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥。覚えました。聞き返す勇気、大事にします。電話に限らず、勉強でも仕事でも同じだからね。わからないをその場で潰す。そう、それが上達の一番の近道なんだ。じゃあ練習の時間ですね。そう。聞き取れなかった時のあの一言、言えるかな？恐れ入りますが、お電話が少し遠いようで。いいね。じゃあ皆さんも私が数えたら言ってみて。3、2、1。言えました。ちょっと自信つきました。でしょう？電話はバカスだから少しずつね。今日のは応対、受けたまわる、折り返す、取り継ぐ。そう、全部電話で毎日使う言葉だよ。皆さんも次の電話でぜひ使ってみてください。気に入ったらチャンネル登録してね。また次回。おやすみなさい。良い夜を。